こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱える人体作画の悩みを克服する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回はクロッキーのコツ、無料なのにめちゃめちゃクオリティの高い有名サイトポーズマニアックスの活用法についてお伝えします。こちらがそのサイトです。Chrome でフラッシュプレイヤーが動かない方は Firefox など別のブラウザで試してみてください。このポーズマニアックスは30秒ドローイングの練習でとても有名です。30秒ドローイングの練習には様々な効果がありますが、初心者のうちにこれをやっておくと人体のシルエットを感覚として身につけられるので、とても効果的な練習法です。ただ30秒ドローイングを延々と続けるだけでは絵はうまくなれません。皆さん、模写とクロッキーという言葉を聞いたことがあると思いますが、クロッキーは速写ともいい、短時間で素早く形を取る技術です。対して模写は細部を細かく再現する技術で、クロッキーと模写はそれぞれ別々に鍛える必要があります。今回の動画ではこの人体の30秒ドローイング、つまりクロッキーを効率的に鍛える方法をご紹介します。この動画を見れば、これまでなんとなくやっていた30秒ドローイングへの取り組み方がガラリと変わりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず人体クロッキーのコツを説明する前に、私の実体験をお話しします。先に述べたように、クロッキーと模写は全く別の技術です。例えるなら、クロッキーはランニング、模写デッサンは筋トレのようなイメージです。私はもともと人体作画のコンプレックスがあり、その克服のために美術解剖学を学び始めましたが、なかなかイメージ通りにスラスラ描けるようにはなりませんでした。人体をパーツごとに分け、毎日めちゃくちゃ勉強したのに、いざ全身を描こうとするとどう組み立てていいかがわからなかったんです。今までやってきたことは全部無駄なのかもしれないと、冷や汗が出るほど焦りました。不安に飲み込まれて自信を見失うと、ちょっとしたパニックになりますよね。ですが私はこれまで多くの技術を習得してきた経験がありましたので、いやそんなわけないと気を取り直して思い出したのがポーズマニアックスの30秒ドローイングでした。全体をざっくり素早く考えるというクロッキーの技術を鍛えれば、美術解剖学の知識も相対的に生きるはずだと考えました。30秒ドローイングは久しぶりでしたが、過去に何度かやっていたのですぐに感覚をつかみました。ですが理論に落とし込み法則を見つけ出すには至りませんでした。そこで注目したのが時間です。ポーズマニアックスでは30秒ドローイングだけではなく10秒から90秒までを自由に選べるので、それを一つずつ試していくことにしました。ここで私のやり方をご紹介すると、時間制限のドローイングは10秒、15秒、30秒、45秒、60秒、90秒と一つ一つ順を追って試してみることをお勧めします。そんなことに一体何の意味があるのか、謎ですよね。これも私の実体験をもとに詳しくお伝えしていきます。まず30秒から始めると、多くの方は確実に時間が足りないと感じると思います。あまりに短すぎて書いても物足りないというか、この練習そもそも意味あるのと感じる方も多いでしょう。そこで多くの方が次は60秒、90秒と時間を伸ばす方向に動いてしまいます。時間を長くすれば確かに絵の精度は上がるのですが、そもそもクロッキーの目的は速写を鍛えるトレーニングですので、同じ時間内で精度を上げられたらそれが一番ですよね。そこで私はあえて10秒、15秒と時間を削る方向に挑戦してみました。30秒でもうまく描けないのに時間を削ったらより下手になるだけじゃんと思いますよね。でも目的はうまく描くことではありません。精度を上げる根本の法則を探すためです。こちらが私の10秒画です。まず10秒では圧倒的に時間が足りないので、芯に必要なシンプルなラインのみを追うことになりました。それが全体の骨組みです。中でも肩、骨盤のコントラポスト、背骨もしくは胴体の正中線、そして腕、足のラインですね。
シンプルな線だけなのにちゃんと人体に見えませんか？つまりこれが人体の根幹部分、確実に押さえるべきポイントというわけです。中級者から上級者の方、もしくは初心者の方でも慣れてきたらこれにプラスして関節の位置関係、そして重心と地面のパースを取るとより説得力のある骨組みとなります。10秒、15秒とあえて時間を最小限に絞ることで人体の基礎に必要な骨組み、凝縮ポイントが見えてきたわけです。逆に言うと、この根幹の骨組みが崩れていたらいくら時間を延ばして書き込んでも説得力のある人体にはならないということです。クロッキにはウォーミングアップとして手を鳴らしたり、気軽な練習で気分転換をしたり、様々な効果がありますが、こういった絵の根幹部分を素早く見つける訓練でもあるんだと思います。そして10秒を終えたら次は15秒ドローイングに挑戦してみましょう。時間が5秒伸びるだけでもこの骨組みポイントをもう少し丁寧に書けるようになります。10秒、15秒ドローイングでの骨組み練習に納得したら次はいよいよ30秒に戻ります。意外なことにあれほど短く感じた30秒が10秒、15秒の後だととても長く感じるはずです。こちらが私の30秒ドローイングの動画です。時間配分に戸惑いながらも10秒で意識した骨組みをベースに若干の肉付けができるようになりました。これは個人差もあると思いますが、骨盤から書くと全体のバランスがさらに安定することにも気づきました。骨盤から重心を下ろすと地面のパースが取りやすく、空間を把握しやすくなります。骨盤を中心に下半身と上半身のバランスを見ることもできるので、興味のある方はぜひ試してみてください。そして次は45秒の動画です。15秒違うだけで体感としてはかなり長く感じます。ここからは体の立体を意識し始めます。肩の幅や厚み、胴体の側面の奥行きをシンプルな図形で表現します。肩の輪切り、骨盤の輪切り、胴体の側面をこのような図形で捉えると立体を殺すことなく素早く形を整えることができます。そして60秒ドローイングにすれば再び15秒増えるので、鍛えに鍛えた筋肉の知識をフル活用してポリゴン数を上げていくことができます。最後は90秒の動画です。ここまで来ると十分な時間があるので全体を仕上げるのに大きな負担は感じません。骨組みとコントラポストをベースに体の重心や向き、角度なども正確に分析する余裕が出てきました。骨組みさえ押さえていれば全体のバランスはきれいに取れるので、デッサンが大きく崩れることはありませんね。筋肉や骨の知識があればあるほど仕上がりの完成度が上がります。美術解剖学の勉強が火を吹く瞬間です。日頃の勉強の成果を思う存分ぶつけていきましょう。そしてこの練習をしばらく続けた後に何も見ずに想像だけで描いた絵がこちらです。説得力のある骨組みさえ描ければ、あとは美術解剖学の知識で肉付けをするだけです。できなかったことができた時の達成感と喜びはたまらないですよね。この瞬間のためだけに日々の勉強を頑張っているんだなぁとしみじみ実感します。現在私は美術解剖学を進行形で勉強しており、そのまとめを月額制のサブスクリプションで有料公開しています。ご興味のある方は説明欄からぜひチェックしてください。以上、今回の内容をまとめますと、ポーズマニアックスは10秒ドローイングから90秒ドローイングまでをフル活用し、極限までシンプルに凝縮した基礎を意識して書きましょう。10秒から始めることで絵の根幹となる凝縮ポイントが見えてきます。10秒、30秒、45秒と徐々に時間を長くすることで余裕を持って作画ができるようになります。そして人体作画の骨組みとなる凝縮ポイントは、1つ目が肩と骨盤のコントラポスト、2つ目が背骨と手足のライン、3つ目が関節の位置関係、4つ目が全体の土台となるパースです。この凝縮ポイントを押さえれば、闇雲に描いて全体のバランスが悪くなる、細かな部分に注視しすぎて絵が時間内に仕上がらないといった消化不良を避けることができます。
根本のバランスが悪いまま時間をいくら費やしても何かが違う絵になってしまうので気をつけてください。そして立体感をつけるには簡略化した図形、肩と骨盤の輪切り、胴体の側面の8の字などを利用しましょう。モチーフを簡略化して考える能力、つまりデフォルメ技術はあらゆる面で役に立ちます。普段から自分なりのデフォルメとなる図形を人体の中に探る癖をつけましょう。物事の細かい箇所よりも先に全体から考える重要性は横向きの全身を描く動画でも語っています。まずは全体から考える癖をつけましょう。絵だけでなくあらゆる学習、はてはあなたの人生の組み立てにも大きく役立ちますよ。そしてあらゆるものにトライしてみましょう。物事の上達に必要なのは好奇心です。好き嫌いや思い込みで判断せず、とにかくあるもの、使えるものは何でも試してみることでいろんな学びを得ることができます。絵が上手い人、何かに長けている人というのはそういった挑戦を臆することなく常に行っているために人より多く失敗しますが、失敗と同じ数だけ人より多くの気づきを得てどんどん先へ進むことができるんです。だから皆さんもどんどん挑戦して失敗して自分の頭で考えてください。きっと新たな気づきと成長が待っているはずですよ。なお、ポーズマニアックスに関する疑問やトラブルについては私にはお答えできませんので Google で検索するかポーズマニアックスの管理者様に直接お問い合わせください。このようにこのチャンネルでは人体作画の悩みを解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたらぜひチャンネル登録とLIKEボタンを押していただけると嬉しいです。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますのでご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。